いつもご視聴ありがとうございます。クイックカートの東京ショールームの戸山恭平です。今日は新商品のご案内をします。この奥にあるこちら DTF プリンターの A3 機を2026年の1月から新商品として発売開始していきます。この2025年の12月にこの A3 機の、公開動画を上げていきますので、ぜひ導入の検討をしてください。後ろにあるのが A4 機、こちらが A3 機。こちらですね、大きさ、当然 A3 機能が大きいんですが、結構あまり変わらないコンパクトなものになっています。こちらの A3 機なんですが、35万円で発売していく予定です。A3 機に関しては A4 機と同じく2022年の4月、約3年半ほど前に発売開始していたんですが、約3機種発売をしていったんですが、どれもですね、プリンターの不具合がありまして、お客様にご迷惑をおかけして、返品返金を対応していました。申し訳ございませんでした。それから、もう A3 でできるものはですね、基本的に全部、使えないかということで、開発していったんですが、やっとこの半年間のテストを得て、発売に問題がないというですね、ものができました。今この DTF プリンター業界でこういった A3 機で安心して、実績のある、ものというのはですね、ない状態だと私は調べている中では思っています。こういった DTF のプリンターで、こういった大型のものじゃなくて小型のものでいいよ。で、A3 はしたいよという方ですね、ぜひこれがお役に立てると思いますので、ご覧ください。で、簡単に言いますと、この DTF プリンターの A3 機、A4 機と比べましても、印刷スピードが速くなりました。そしてインクの目詰まりリスクというのがより少なくなりました。そういった点を踏まえまして、3部構成でご案内していきたいと思います。まず第1部が、この DTF プリンターの A3 機の特徴についてご案内していきます。で、第2部がちょっと後ろに見えているんですが、プリントサンプルの仕上がり、どういった素材にできるのかというのをご案内していきます。で、第3部のところに行きますと、簡単なこの A4 機との比較、またはこの A3 機の今後の販売の方針についてご案内していきたいと思います。この DTF プリンター、ご関心ある方多くいらっしゃると思いますので、ぜひこの動画を見ていただいて、また今後動画を上げていきますので、ご参考にしてください。では、どうぞ。では、この A3 プリンターの大きさと重さについてご案内したいと思います。まず重さなんですが、このように、一人で持ってるぐらいの重さになっています。で、大きさなんですが、横幅が、約48センチ。で、奥行きが、約33センチになっています。高さですね。約14センチになっていまして、一般的な、A3 の家庭用インクジェットプリンターを、持っていただければ同じぐらいの大きさで、DTF プリンターイコール大きいっていうイメージがあると思うんですが、かなり小さい A3 サイズができる中でもものになっています。では今から印刷する時のですね、状態にしてどのくらいの大きさが必要かをご案内します。ではこれは印刷する時の状態になります。こういったアシストボードと言われる、A3、近くあるですね、板をこのように休止するところと出るところにこのようにつけますが、まずこの机のですね、実際の設置の場所に関してはほぼ変わりはないです。ほとんど変わらないです、それは。実際この、奥行きですね、が欲しくなります。どのくらい欲しいかと言いますと、約ですね、1メーターほど、95センチから1メーターほどありますと、これはくっつかないです。この机が80センチなんですね。なので、80センチだとしても、少しですね、このはみ出る部分、どちらか、奥か手前かははみ出るという風になりますので、この、こういったですね、形状であるということをですね、ちょっとご注意ください。設置、する場所というのは結構大事なポイントになりますので、これをもってですね、考えていただければと思います。では次は印刷のところをご案内していきます。では次は印刷のセット方法についてご案内します。使うのはこのキャリーシート。これはですね、商品に付属されています。A3 の大きさです。もし A4 で、印刷したい場合は、このように横にセットしてください。で、一方 A3 の時はですね、縦にしてセットします。このようにですね。で、こうしっかりですね、出します。で、使わない場合ですね、これはちょっと粘着があるんですね。で、この粘着をですね、失わないようなこの保護シートというのも一緒に同封していますので、このように保管しておきます。少し粘着がなくなったら、粘着の、スプレーなど少しかけますが、今回ですね、この A3 でちょっと印刷をしていきます。
では次にインクの補充方法についてご案内します。今回ですね、このカートリッジをプリンターから出しまして、こういったですね、先端、はい、こちらですね、販売しています。同封されます。これをこのように、はい、ちょっとすいません。わかりづらい。見えづらいですね。こうします。このように垂れていきますね。はい。これで、はい。結構ですね、インクは、はい、その減りは少ないです。というかですね、あんまりコストとしては少ないかなと思います。このようにすぐなっていきますので、はい。すいません。ちょっと見えづらくて最初。で、これでまた蓋を閉めて、カートリッジの中にまた蓋を開けるというようなやり方になっています。インクの補充方法はこのようなですね、インクが CMYK 白、それぞれありますので、それ対応してください。次にヘッドクリーニングの仕方をご案内します。この画面のプリンターのお手入れ。ここにプリントのヘッドクリーニングが出てきます。ヘッドクリーニングを行います。これで開始を押しますと済みます。実際約4分と出てくるんですが、どのくらいかかるのかをですね、はい、またこのストップウォッチでやっていきます。ではお待ちください。どうぞ。はい、タイマーを回して約ですね、はい、2分20秒。はい、そのぐらいあればこれが、はい、クリーンが終わりました。約3分と出ていたんですが、はい、もう実際は2分ちょっとぐらいで、はい、終わります。はい。で、今このクリーニング終わった後ですね、よくやるこのインクチェックシートですね。これちゃんと白が出ているのかどうかというのを確認します。これのデータというのは入っていますので、お使いください。で、そもそもで言うとこのクリーニングの頻度、どのようにするのか。まずですね、はい、この印刷、例えば今日この仕事があって明日やるとしましても、時間がですね、そういう風に10時間とかそのぐらい空いたら、1回はクリーニングしてください。で、クリーニングをして、またこのインクチェックシート、その前にノズルチェックシートでノズル抜けがないか、や白の出方を見まして、もう1回するかを判断してください。で、その後にですね、今やってるこちらのデータで印刷をしていきます。これで白がちゃんと載ってるかどうかというのをですね、ある程度見ます。はい、これちょっとご覧ください。結構もう十分白が乗っていますね。はい。このようになっていれば OK です。はい。このように乗ってる途中でやめてしまってもないんですが、たまにですね、この白が出てるか、CMYK は基本そんなに出ていないということはないですが、このチェックをして、この開けてみてください。なので、午前中ですね、仕事をして、6時間、これ時間なかなか言えないんですが、少し期間は空いたなと思いましたら、ちょっと一回クリーニングをするといいです。あまりこのインクの消耗というのはですね、カートリッジ型に比べて補充型なので、そんなに消耗コストは少ないものになっています。で、このフィルム代ですね、言いますと A41 枚約120円、A3 で240円になっています。で、こういったチェックをしたりする、こういった印刷時間も当然なんですが、早くなっていますので、あまり負担にはならないと思います。もうこのように、このぐらいの大きさが出てきましたね。はい。で、このままちょっと続けますと、期間ですね、大体どのくらい放置していいのか、これ結構期間によって難しい、導入した時の話で難しいんですが、ある程度時間が、最初はですね、場合ですと、基本的に1週間、2週間ぐらい放置しておいても、そんなに問題ないです。こういったクリーニングを2、3回したりすれば、この白がですね、ここで安定して出てきます。一方ですね、はい。大体1週間ぐらい放置していいんですが、2週間放置するっていう時はちょっと怖いなとか、3週間ぐらいになる場合は、このクリーニング液、はい。というものをセットして対応するということで、この目詰まりというのが減ります。そもそものこのインクなんですが、A4 と比べてちょっと薄くなっていますので、はい。インクの粘度がちょっと弱いものになっています。なので、このヘッドの詰まりというのは少なくなっているということをご理解ください。はい。こういったクリーニング液、洗浄液というものが入っています。CMYK 白。5本ですね。すいません。入っています。これですね、この通常のカートリッジと置き換えて放置しておきます。はい。これはですね、だいたい2週間超ですね。はい。放置するときなどはされるといいです。例えば2、3日ですと、このインクとこれを交換するとですね、当然ヘッド前のインクがなくなってしまうので、新しくインクを出させることに関しても結構クリーニングを繰り返したりしないといけないので、結構手間になってしまいます。1週間程度でしたら逆にあまり使わない方が運用はしやすいです。逆に1ヶ月とか使わないなっていう時はこれを入れておくと、その
DTF のインクというのはどんどん下に行って、それがヘッドの詰まり、目詰まりになってしまいますので、それを防ぐものになっています。また、このヘッドですね、クリーニングをしてもなかなかもうインクが出ないという場合は、この洗浄液に入れ替えて、たくさんクリーニングをすることで、もう DTF インクをどんどん下に出してなくなしていきますので、また出やすくなる、そういった効果があります。この洗浄液を使えるというのはですね、このカートリッジを交換するというのはですね、754の場合はインクを補充するだけで、一つのカートリッジを使っていたので、この新しいカートリッジに交換するという概念がなかったんですが、この A3 機になって新しいカートリッジを変えるということでできるようになったので、それはですね、結構運用的にプラスになっていると思いますので、ご参考にしてください。では、A3 サイズのこのデータを、やって印刷していきます。で、白を出したいところのデータを Y1% にする。このあたりは白とナプリンターと変わらないですが、基本的にデータっていうのはあまり変更しなくても大丈夫です。で、このリップソフトを使うにあたって、このパソコンなんですが、Windows でないと使えないです。Mac だと使えないです。Windows ですと一応これ以降ですね、使えます。基本今10か11の方が多いと思うんですが、Mac で作ったデータはこの Windows、なんでも基本的にいいんですが、に入れてやるってことができます。で、拡張子なんですが、これだけができます。ほとんどの拡張子に対応していますので、ご安心ください。で、これでデータを取り込んで、基本的にすぐ印刷ボタンを押すと。このデータを取り込んで印刷までのスピードはこの国産弊社のこのリップソフトで非常に速いです。いろいろ他の DTF のリップソフトを見たんですが、大体データを取り込んでいろいろ設定をするのに1分、2分、3分、そのぐらいかかるのは当然なんですが、こちらも言ってしまうも20秒とかそのぐらいでもう印刷がすぐにできますので、こういったですね、スピード感っていうのもですね、結構いいんじゃないかなと思います。白のですね、濃度を薄くしたり、濃くしたりとか、解像度を変えたりとか、それでも当然できますが、基本的にそれはもう固定のままでやるんですね。基本的にそんなに変えるものはないです。ただそういった一つ一つですね、最初に反映されますので、非常に扱いやすいものになっています。で、今この A3 の印刷をかけました。で、ここで、このようにセット完了という風にします。するとこのように出てきます。ちょっと斜めにちょっとなってますね。先ほどのインクチェックパターン、あれで問題ないというのを確認してからこのようにちょっと印刷をしていきます。で、実際ここからですね、今ちょっと印刷のスピードを、測っていきます。どのくらいの印刷時間でできるかというのを、ご覧ください。お分かりになるでしょうか。この CMYK で印刷した上にですね、このように白が載っています。このぐらいの白、インクチェックパターンで見たぐらいの白ですね、が出ていれば、基本的に十分です。印刷スピードはですね、結構速いものになっています。見ての通りというかですね、プリンターは一つのヘッドになっています。2ヘッドじゃないです。1ヘッドでやっていますが、今この2025年12月現在、1ヘッドでこのように印刷できるのでは、十分白度が出ていて、なおかつ印刷スピードが速い。で、この後、パウダーをつけるんですが、その後のインクの乾きを待つことも少ないものになっていますので、運用はしやすいと思います。もう結構もう最後の段に来ましたね。だいたい A3 どのくらいで印刷時間できるのかというのを次ご覧ください。たった今ちょっと終わったんですが、約4分で終わりました。このように印刷が、白ですね、含めましてできました。で、この後ですね、パウダーをつけていきます。で、これのですね、A4 サイズの大きさのものなんですが、こちらですね。これがちょっと横に、見えている A4 キーでやった時にはですね、以前4分30秒でした。で、すでにですね、約4分でこの A3 ができています。で、こういった A4 のプリントもですね、こちらでやると約2分10秒。2分の1ぐらいのスピード感にできましたので、かなりこの A3 キーというのは印刷スピードが速いというところでおすすめでもあります。で、このようにできまして、で、パウダーをつけますが、パウダーをつけるのはですね、ちょっとあまり時間を置かないように注意してください。30分とかそのぐらいですね、置いてつける場合に、このインクがですね、もう乾燥してしまって、パウダーがあまりつかない。このパウダーは基本、インクの DTF インクにつくんですが、DTF インクがもう揮発してしまっているとつかないのでご注意ください。5分10分以内ぐらいにちょっとつけるというイメージでよろしくお願いします。今からちょっとこのパウダーをつけていきます。このパウダーなんですが、このパウダリングケース、特許期間中のですね、こちらを、使うというのが、ご案内しています。A4 などはですね、このパウダーが回らないので、非常に便利です。ただちょっと A3 になりますと、これいっぱいいっぱいになってしまって、ちょっと対応が難しいところがありますので、下に置きますね。こういった大きいですね、箱をですね、ここにパウダーを、
はい、入れて、はい、つけるというのが、はい、やり方としては、無難です。はい、ちょっとですね、この粉がですね、最後、つけるときに、はたくときに舞ったりするので、これ吸い込まないように、ちょっと注意してください。有害なものですが、逆にいいものでもないはずですので、体にですね。で、これをつけます。で、これでパンパンと通してください。はい。で、これをつけましたら、はい、もうここですね、触らないように注意してください。ベーキングをしていきます。左がベーキングマシン、右がホットプレート。それぞれで、このベーキングパウダーをつけた後ですね、はい、この固める作業ができます。で、このベーキングマシン、弊社が販売しているものです。約130度で2分から3分ぐらいで基本的に対応がですね、完了します。で、今回ですね、2分半でやっていきます。では時間が来ましたので、はい、取っていきます。はい。わかりますかね、このように、はい、しっかりですね、はい、この光沢感、はい。パサパサしていない塊ができていれば OK です。このような感じですね。はい、で、ベーキングマシン、基本的に温度、時間、そういった、温度ですね、特に温度ムラが少ないですので、安定してできます。以前動画で流していたプレス機でもやってみたんですが、できました。で、このホットプレートをですね、A3 のサイズしますと、はい、結構もういっぱいいっぱいなんですね。はい。空間がないと。で、ホットプレートはちょっと温度ムラがですね、場所によって出てきますので、2分ほど経って、はい、場所が変わったので、このようにすると。変えてみると。で、ちょっと温度のかかりというのをですね、工夫してください。で、あとはこの温度が高すぎると、はい、基本的にフィルムが、はい、ベゴベゴっとですね、変形してしまいます。変形すると、はい、不良になってしまいますので、それはちょっと目視で確認するようにしてください。このベーキングマシンを使う場合は基本的に、この130度付近でですね、やっていけば大丈夫です。で、このようにできましたら、次は生地へのプリントをしていきます。ベーキングしたこのフィルムですね、2つ。これはですね、こちら、綿生地ですね。はい。こちら、アスレイさんの、はい、085V ですね。これに合わせましてプレスします。で、このプレス時間はですね、基本的に、いろんな DT がありますが、同じです。だいたい120度から150度で、20秒ほどと言われていますが、現在130度で20秒ほどプレスします。で、これでホットピールとコールドピール2つありますが、基本的に少し冷めて、冷めてから剥がした方が失敗は少ないですね。それがおすすめです。ではちょっと20秒ほどですね、経ちましたので、揚げます。はい。ではこれでですね、少し冷ましてから剥がします。はい。では少し冷めましたので、剥がしていきます。こんな感じですね。はい。で、ここにある、はい、シリコンシート、フォースインペーパー S、あとはブラックシリコンシート、お好きなものをちょっとお使いください。で、この DTF 結構ですね、仕上げプレスをするってですね、知らない人が意外といるんですが、しないとですね、結構生地なじみが良くないので、はい、絶対やってください。基本ね、お客さん渡すときにですね、ごわつきなどを感じさせない方がいいものになります。それをですね、対処するのに結構この仕上げプレスをするとしっかり馴染みますので。で、これもですね、基本的には同じ時間130度、15秒ぐらいですね、すれば十分です。はい。で、これで、はい、完成です。はい、ちょっとピンボケが多くて失礼いたしました。このような仕上がりになっています。はい、結構黒の綿生地にしっかりとですね、はい、した発色が出ていて十分だと思います。はい。そして次にですね、この T シャツ等にですね、プリントしたものをご案内いたします。はい。これが、はい、ポリエステルにプリントしたものになります。次は綿ですね。はい。このように、はい、こちらは、はい、ちょっとポリエステルですね。結構綺麗に発色ができています。で、こちらもポリになります。はい。で、こちらもポリエステルですね。はい。結構、はい、綺麗な明るい発色ができていると思います。で、このナイロン用の、はい、フィルムとパウダーを使えばナイロンにもできます。綿ポリナイロン、はい、に対応ができます。で、こ
こちらインクがですね、754A4 機と比べて少し薄いものになっています。で、その目詰まりも少し起きづらく、こういった仕上がりもですね、ちょっと 754A4 に比べて柔らかい。ちょっとパッと見触った感じ DTF という感じはしづらいものになっています。私もいろいろな DTF プリンターですね、のこういった仕上がりをこうやって触っていくというですね、この業界にいる、出したら結構してると思うんですが、これちょっと触った感じでかなり薄い方だと思います。このプリントの仕上がりのサンプルというのもですね、無償でお渡ししていますので、ぜひですね、これの発色と、この仕上がりの薄さというのをご体験いただければと思います。忘れていました。こういったデザイン、白ですね。黒に白というのもやっています。DTF A3 キーでプリントできるもので T シャツ以外のものをご案内していきます。こちら、ちょっと DTF の A4 キーでちょっと作ったもので恐縮なんですが、基本的にインクは違うんですが、フィルムとパウダーは同じものを使っていますので、この転写できるというところは変わりないので、そういった点でご理解ください。で、こういったですね、バッグにもプリントができます。で、帽子、キャップですね。こういった今流行りというか、ものにもプリントができます。で、木材にもプリントができます。コースター。で、こういった、靴下や、軍手ですね。こういった伸縮性のあるものにも、この DT が伸縮がございますので、対応できます。また、こちらですね、合皮のものですね。もうプリントがこのようにできます。で、メガネ、ケースですね。このそれぞれの素材にプリントしたものというのですね、過去の動画で、754A4 機発売の後にしていますので、ご参考にしてください。この DTF のいいところとしていましては、ここに飾ったりですね、T シャツ以外にも、こういった素材にもプリントができるというのが、面白いところ。素人ならでもですね、できるんですが、できる幅、対象というのはですね、DTF の方が多い。このパウダーの細かさというところで、こういった繊維の細かい部分にも定着ができます。いかがでしたでしょうか？これが、A3 機になります。このぐらいの大きさ、小さいものになっています。で、今一連をご案内したんですが、改めてですね、冒頭言いました最後のまとめの部分ですね、A4 機との比較でどうなのかについてご案内していきますが、比較というよりですね、どういったところがバージョンアップされたのかというのをですね、ご案内していきます。一番ですね、バージョンアップとしては、印刷スピードの速さになります。以前はですね、こういった A4 のプリント、印刷ですね、それだって約3分、4分、4分くらいですね、かかっていたんですが、今現状では2分弱でですね、印刷ができています。これに関してはですね、世の中にあるワンヘッド、一つのヘッドでの印刷スピードでは最速になっています。で、一方ですね、2ヘッドのものでもですね、この印刷をした後に乾く時間を待ったりですね、ありますので、基本ですね、もう2ヘッドに対してはですね、十分対抗できるぐらいのかなり速い印刷スピードになっています。この印刷スピードの速さというのはですね、一番私が感じている、バージョンアップのところです。で、次なんですが、メンテナンスの良さが、アピールポイントになっています。ご案内したインクなんですが、粘度が薄いものになっているんですね。当社の A4 機と比べましても。で、こういった粘度がちょっと薄いとですね、ちょっとどういった利点があるかと言いますと、基本的にこのヘッドの目の詰まりというのはですね、あまりなく、そんなに進行していかないです。この粘度が強くなればなるほど、濃ければ濃いほどですね、基本的に詰まりやすくなって、そしてクリーニングのアプローチが多くなるんですが、それがあまりいらないと。で、使っているプリンターヘッドも、詳細はあまり言えないんですが、たくさん目がある印象ですね。A4 機など比べて。これをやっていく中でですね、インクが薄いということで、こういったクリーニングを何回も繰り返すっていうところは数は少なくなっています。基本的に2回、または3回、それぐらいやれば十分です。そして、ご案内したインクの補充なんですが、こういったカートリッジを差し込むタイプになっています。で、このカートリッジ型になっていますので、特にこの洗浄クリーニング、これが使えるようになりました。このカートリッジをガシャンと差し込んでクリーニングをすることで、よりヘッドの目詰まりがなくなる。または3週間とかそういう長期間ですね、使わない。そういった期間ができる場合は、この、例えば CMI 系白、これを外して、全部この洗浄液を入れることで、基本的にヘッドの目詰まりというのはこの DTF インクが入っていくことで詰まりますので、それを洗浄液に変えることで詰まりをなくすと。
長い期間このヘッドを使える。プリンター本体も長く使える。そういうところでメンテナンス、基本的に修理、故障ですね、交換、そういったことの期間がですね、より長くなって安心して使いやすくなるというのが論理的にこのインクの大きさとカートリッジになったことでできますので、そういった利点としてユーザーの皆様にご理解いただければと思います。はい、これはあと A4 機との比較というよりも業界全体でのですね、話になるんですが、この A3 でこれだけのスペックがあって35万円というのはですね、非常にリーズナブル、お得だと思います。お得です。どう考えても。はい。お得な理由なんですが、これ弊社の自社開発した商品なんですね。なので、はい。そういうところで価格が自由に選べることができます。また、はい。そういった保守料とか設置料、はい。送料、結構それは大型のものに言いますとついてくるんですが、それが基本的にないんですね。結構導入指導費だけで数万円とか、それは当たり前の業界になっているんですが、そういったものも、はい。価格の中に含まれています。そしてまた保守なんですが、基本的に何かトラブルがあった時の対応というのはですね、半年間であればその無償というところでしているんですが、その後も有償で、はい、754の A4 機もしているんですが、そういったクリーニング代というのも数千円、またはヘッドを交換するとしても、数万円。そういった範囲内で754の A4 機をして、この A3 機も、それ以下ぐらいのですね、価格で対応できる予定をしています。はい、これが、はい、プリントしたものの、はい、仕上がりの発色です。黒面にこのようになっています。で、最後にですね、ご案内したいのが、はい、販売方針についてなんですね。これは当社の販売方針なんですが、はい、今回ですね、この DTF の A3 機というのですね、予約注文を2025年の12月からしていくんですが、年末年始を超えた1月から発売をしていくんですが、まずはですね、限定10台で発売していこうと思います。いろいろ今説明をしていったんですが、こう DTF プリンターですね、基本的にお客様のところに、はい、こう導入して、思いがけないトラブル、予想していないことですね、そういったのが起こったりします。それは基本的にも対応させていただいてるんですが、こういった機械ですね、最初にドンと、はい、100台とか、それが多い少ないというのは、別にたくさん売ったとして、一番最初はですね、弊社の方も基本的にノウハウが一番少ないんですね。当たり前なんですが。その時にたくさん売ってしまうというのはですね、業界のところにありまして、それがどんどんですね、基本的に販売台数がずっと伸びていくっていう商品は少ないんですね。発売投資が多くて、どんどんと右肩下がりになって、ノウハウがこうなっていくという風になっているんですね。で一番最初が売れてる時が一番ですね、ノウハウを持っていないといけないんですが、それは少ないと。これはどうかなというふうにちょっと思っていまして、基本的に導入いただいた方にですね、はい、成功体験を積み重ねてほしいと思っているんですが、弊社も限られた人員で対応しますね。それができないというケースが出てくる場合があります。そこで最初にですね、ちょっと、期間をちょっと設けていないですが、10代というふうに設定して、それでお客様とのやり取りを重ねていただいて、もうこれで、さらに説明書のバージョンアップして、さらに第2弾、第3弾というふうにしていこうと思います。これが弊社、これ自社開発の商品ですので、基本的に在庫をですね、よそからドンと何十台か入れて、それを何ヶ月に消費しないといけないとか、そういうポジションじゃないんですね。そういう代理店的なポジションでの販売ではないので、自社開発ね、これをちょっとやっていこうと思います。それをすることでですね、今後、他の代理店の皆様にですね、案内しやすいかと思います。基本的にこの DTF の小型機としてですね、A4 機も、4年超ですね、売っているんです、近く売ってるんですが、長く利用されるものだと思うんです。なのでですね、徐々にですね、販売数を増やして、それはお客様の満足度も上げていくと。そうした直後がですね、導入者の方が見れるページというのは基本的にございますので、それを参考にしていただければと思います。弊社のですね、こういった取り組みというのはですね、たくさんも重々してですね、今後この機械を買ってちょっと買わなければよかったとか、対応あまりしてくれないとか、それは基本的にはフレームのもうずっと変わらない一番大きいところですが、変わっていければなと思います。この A3 キーのですね、先の使い方でもっともっとですね、喋りたいことはあるんですが、これですね、ちょっと今後分割して話していきたいと思います。メンテナンスの仕方、この、はい、洗浄液の使い方などや、この白インクどのくらい乗ってればいいのかとか、ベーキングについてもですね、あとは生地の仕上がりや洗濯のテストとかですね。で、実際年末年始、これ今挟みますので、長い期間ですね、10日ぐらいほったらかしたり、2週間何も使わなかったらどうなるかっていうのを実際の、はい、テストとしてご案内したいと思います。この DTF の A3 機、弊社としてはですね、悲願のですね、フルカラーの新しいプリンター、もう数年ぶりのものになります。本当、社をかけてですね、ご案内していきたいと思います。で、いつもですね、はい、ご案内した白トナープリンターの方ですね、こちらもですね、それに付属する新しい商品、
というのを発売する予定です。2026年の最初の時期にですね、もう盆と正月が一緒に来るようなですね、かなり業界的にはですね、驚くような商品を出していく予定ですので、ご期待ください。基本的にですね、メンテナンスは多少必要で、素人なら変わらずほぼいらないというスタンスは変わらないんですが、だいぶ印刷するスピードは、速くなりました。で、素人の方もですね、ちょっとこれを使うとですね、もっと速くなる。基本的に高速化。全然大型の機械なんかいらなくても高速化できるよと。もう大手の、社のですね、DK プレイのこれはもう十分速いです。もう百何十万する。そういった小型でも結構高速化できる時代になってきましたので、皆さん、試していただければと思います。話が長くなって恐縮ですが、今後ですね、こういったウェアプリントに関する動画を上げていきます。しばらくはこの TTF の A3 ですね、これに集中した動画を上げていこうと思いますので、チャンネル登録お待ちしております。こういった無償サンプルもですね、もう早速しておりますので、お問い合わせいただければと思います。どうもご視聴ありがとうございました。